今日は熊本の美味しいものだけを食べに行ってきます。今回は熊本旅行に行くんですけども、初日から曇天でございます。福岡のおばあちゃん家に最初泊まってから熊本に行くんですけど、今回はちょっとそれは省いております。熊本に到着しました。私は食への執着がすごいので、旅行だったら絶対に美味しいものを食べたいんですけど、この日は熊本に住んでいる友達が美味しいお店を予約してくれたので安心です。お店の中から路面電車に乗り降りする人たちが見れるちょっと変わったお店なんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。2軒目に行く前に、高校の修学旅行ぶりに熊本城を街中から見ました。わー、すごい。友達は熊本のコーヒーお兄さんと私が勝手に呼んでいるんですが、飲食店をやってるので、とにかく美味しいお店をめちゃくちゃ知ってます。今回は友達でフォトグラファーの矢部健くんと一緒に旅行します。宮古島のカメラお兄さんと覚えてください。うちの近くもこんな感じ。熊本のコーヒーお兄さんことりふくんの新しい本のお店に朝ごはんのベーグルを買いに来ました。りふくんはどんなに忙しくても暇な私たちにちゃんと付き合ってくれて、なおかつ仕事もしっかりこなすという、まさに学級委員タイプです。オイルサーリン美味しそう。やっぱなんか思ってたような景色だわ。本当。SNS でよく千と千尋の神隠しみたいって呼ばれる有名な観光スポットみたいなところに来たんですけど、結構なんていうか泥水みたいなビジュアルで、何の写真を撮ればいいのかなっていう感じでした。でも食べ物が美味しくなかったとかではないのでダメージは少ないです。ちなみに矢部健くんが撮るとなんでか良さげに見えます。ドライブしててたまたま見つけた場所がすごい素敵そうだったので降りてみたんですけど、調べてみたら世界文化遺産に登録されている港でした。クスノキじゃないわ。なんか木の実なってる。わからん。なんだろう。おーい。穏やかな。船来る？あ、本当だ。撮りたい。もう本当に絵に描きやすそうな穏やかで美しい港だったんですけど、この白い洋館は明治期にホテルとして使われていたものを復元したそうで、自由に中も見れて、2階からのね景色もすごい良かったです。うわ段差があった。矢部健くんにいろいろアドバイスをもらいながら写真とか動画とかを撮ってもらったんですけど、こんなに大根役者でも素敵に撮ってくれました。お前だいぶとろみね。いい感じじゃない？うん、田舎道で。あ、いいじゃん。皆さんが足ブランブランしてる。ずっと行ってみたかった海辺のカフェに来たんですけど、もうここがね本当に絵本に出てきそうな理想のカフェっていう感じでめちゃくちゃ素敵なところでした。ちょっと珍しい焼き菓子とかもあってもちろん美味しかったんですけど、もうね空間含めて全部好きでした。確かに。岡山また行ったんだって思われそうで。ね本日の宿に到着です。すごい、めっちゃいい。エアビーで見つけた古民家一棟貸しの宿なんですけど、
狼子供の雨と雪のお家のような、トトロに出てくるメイちゃんとサツキちゃんのお家のような懐かしさがすごくあって、帰ってきたことないのに夏休みに帰ってきたいなって思うような場所です。熊本旅行って調べたら絶対出てきますみたいな有名な神社があるんですけど、本当にここは歩きより普通に車で頂上まで行った方がいいなって思いました。もうね、死ぬほど汗かいてましたし、私たちくらいしか多分歩いて登ってなかったと思う。やっと着いた。なんかこんなに高さがあるのに全然怖くない。じゃーん、すごーい。今回の旅行で私が一番楽しみにしてたのが、ここのお店屋さんのご飯なんですけど、メニューはなくてシェフのおすすめのコース一択なので、もうね、料理が出てくるまで何が食べられるかドキドキワクワクで、天草とか熊本の地元の食材を使った料理をたくさん食べられました。翌日は朝からお弁当の平井っていうお惣菜とコンビニとあと食堂が一緒になった九州にしかないローカルチェーンのお店に来たんですけど、これはね、もう本当に美味しくて、九州に来た時の料理は3食ここでいいんじゃないかなって思います。天草からまた熊本市内に移動して、りっくんに教えてもらったベトナム料理でテイクアウトしたんですけど、このフォーがね、わけわかんないくらい美味しかったからみんなにも食べてほしい。ちなみに私はペーパードライバーなので、運転は全部ヤブケンくんに任せて、ここからさらに草千里ヶ原に向かいます。桜っていうね。ねえ、春やばいねこれ。いいよこの道さ、桜の道上がってくんだよ。止まっちゃうよこんなの。あー、おお見えません。もくもく雲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 もすごいけど。夏になってきてるんで。実は去年の秋にも来ているんですけど、その時は夏が終わってしまってたので、こんなに緑のある光景を見るのは今回が初めてでした。くぼ地の真ん中に水たまりがあるんですけど、どうやらカエルがいたみたいで、周りの人たちがカエルだカエルだって言ってすごい盛り上がってたんですけど、私も見たかったんですが、ちょっとさすがにカエル見せてって入る勇気はなくて見れませんでした。着いたー。まったく登らせやがって。ヤブケンくんがどうしても丸くて小さい山に登りたいというので付き合わされて登らされました。運転してもらっている身からしたらちょっとなんとも反対がしづらい状況でしたね。景色は本当に美しくて、私はSNS 中毒だと思うんですけど、この雄大な景色を見てドリームカーみたいだなって思っちゃいました。でもこの階段とか本当にドリームカーでありそうじゃないですか？やばー。熊本最後の夜は、りふくんのコーヒー屋さんの方のお店で台湾のイベントをやっていたので遊びに来ました。私のエッセイも置かせてもらってるので、熊本に来た人はぜひ見つけてみてください。噛んじゃった。